どうもこんにちは、大峰です。今回は先日オリンパスから発売されましたミラーレス一眼カメラの OMD EM5M2 を妄想レビューしていきます。以前この EM5M2 も含めたデジタル一眼カメラをまとめて比較した回がありましたが、このカメラのデザインや画質、性能などが特に際立ちずっと気になっていたこともあり、今回はもっと深く掘り下げた妄想レビューをしていければなと思います。さて、それでは始めていきましょう。まずは最初に大まかなスペックを表にしたのでこちらをご覧ください。まだ発売されてから1ヶ月ほどしか経っていない EM5M2。画素数は今時では控えめな1605万画素で、一見するとそれほど派手な特徴は見当たらないように感じられるかもしれません。ですが、見るべきところはそんな些細なことではなく、1920×1080（60p） と 40MHz ショット、そして何といってもシャッター速度5段分の手ブレ補正能力があるというボディ内5軸手ブレ補正です。上に挙げた3つを順に説明していくと、1920×1080（60p） は iPhone6 から搭載されたスローモーション動画を見たことがある方が多いと思いますが、それと同じような効果を得るために使えたり、もしくは単純に滑らかな動きを表現するために使える機能です。少し前まではこの半分程度でしか撮影できなかったので、作品制作の際などに表現の幅が広がってとても助かります。40MHz ショットは合計8枚の画像を1つにまとめて4000万画素以上の超高解像度の画像にする機能で、各レビューサイトでもおおむね高評価。実際にその画像をノーマルの画像と見比べてみるとはっきりわかるほど解像感が上がり、使い方次第では非常に強力な機能と言えそうです。そして最後のボディ内5軸手ブレ補正。カメラに詳しくない方に5段分がいかにすごいのかということを説明すると、単純な話、1段違うとシャッタースピードが2倍違います。なので2の5乗で32倍です。これなら暗いところでシャッタースピードが遅くなってしまっても、そう簡単に手ブレしません。ISO 感度を上げるわけではないので画質の劣化もほとんどありませんし、何よりこんなに強力な手ブレ補正がボディ内に収まり、どんなレンズでも関係なくこの機能を利用できてしまうのは驚きです。さらにこの手ブレ補正機能は動画撮影でも大いに役立ち、手持ち撮影なのに不快な手ブレのない滑らかな映像を撮ることができてしまいます。この部分に関しては下手なサンプルを載せるよりもオリンパスの公式サイトに行けばとっても素敵なサンプル動画がいくつも公開されているので、そちらを参考にされた方がいいです。その他の注目ポイントとしては、防塵防滴、マイナス10度、耐低温、ローパスフィルターレスといった基本性能に関するもののほか、動画撮影機能に特化した機能として、ピントが合ってるかどうかが一目でわかるフォーカススピーキングやタイムコードなどは明らかに業務での利用を意識した機能で、動画関連の機能では比較的遅れをとっていたオリンパスの本気が伺えます。以上です。下手な高画素競争に参加することもなく、カメラとしての基本的なスペックをハイレベルに押し上げてきた EM5M2。それだけでも高感度が高いのに、どんなレンズでも動作する超強力な手ブレ補正、フル HD での 60p 収録や高ビットレートでの撮影など文句のつけどころがありません。こんな素敵なミラーレス一眼の EM5M2 に点数をつけるとすれば90点といったところです。良いところはたくさんありますが、個人的には何といっても見た目的な問題としてデザインが素晴らしいこと。画質に関する部分では手ブレ補正機能やローパスフィルターレス、それとフル HD での 60p 収録あたりが嬉しいポイントです。悪い部分としてはほとんど見当たりませんが、強いてあげるのであれば、バッテリーの持ちがそれほど良くないのと、初代 EM5 と比較するとかなり重くなっていることくらいです。重要なことは、機能を考えれば、しょうがないと割り切れますが、バッテリーに関してはいくつかのレビューサイトでも言われているように、旅行や仕事などで使用されるのであれば、予備のバッテリーは必須です。いいとこだらけで欠点がほとんど見当たらない魅力的な EM5M2。現時点では最も優れたミラーレス一眼の部類に入るのは間違いありません。可能であれば、今すぐ評判の良い 12×40mm f2.8 レンズとセットになったレンズキットを購入したいところなんですが、初代 EM5 で発売されたこのレンズキットも残念なことにまだ EM5M2 では発売されていません。でももし購入したらすぐに街に出かけてバリアングル液晶を生かした超ローアングル撮影やハイアングル撮影、歩きながら街の景色を動画として収めるなど、これまでやりたいけどできなかった動きのある映像制作なんかに使ってみたい気持ちでいっぱいです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。やさまは YouTube だけじゃなく、ポッドキャストでも配信中。YouTube 番組とは違った話題をメンバーとあーだこーだ喋ってます。一度登録すれば自動で受信できる便利なポッドキャスト。配信日は毎週火曜日。今すぐここからアクセス。